ゆっくり安定して浮かんでいます。プリミティアプレイヤーエールです。今回は薄型ヘリを作ってみようと思います。最新技術を使った面白い見た目の乗り物にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは最近クロさんが発明してプリミティア公式ディスコードで設計図を公開している非接触接合機を紹介します。こちらは物を離したままくっつける機械なのですが、私が最近使っていたスライムを使った技より簡単で正確です。こんな感じで真ん中にある棒の両端に離してくっつけたい物体のペンをつないだら、その物体をそれぞれ地面と機械本体に接着します。それから真ん中の棒を外して、画面奥にあるベアリングで繋がった部品を動かして、二つの物体を近づけた状態で、ベアリング部分を固定すると、よし、ベアリングの部品がスナップされて、高速で離れながらくっつけられました。このまま二つの物体の固定を外していくと、正確にまっすぐ並んで、二つの物体が離れて固定されています。スライムを使うより簡単で正確で、素晴らしい発明ですね。さらに、ヘリコプターの部品として使うために、片方をベアリングの代わりにした部品も作ったら、ここで試しにもっと真ん中の棒を短くして、火薬とセラミックスの刃を20センチほど離してくっつけたものを作ってみましょう。そしてできたものの火薬側を点火用のタングステンとゴムの部品でびっちり囲みます。こうすることで全く反動なく弾を発射することができるんじゃないでしょうか。早速コンデンサで電気を送って点火してみると、なるほど。反応はゼロですが、セラミックスの刃も飛びません。離してくっつけても、物理法則を無視したことはできないみたいです。そこで、発射方向にあるタング線を外して、後ろ側に付け直した状態で、もう一度点火してみると、なるほど。弾は発射されましたが、火薬から離れている分、威力は下がるみたいです。なので、強い武器にはなりませんが、あえて威力を下げて狙ったところに飛ばすようなものを作ることはできそうです。実験はこのくらいにして、そろそろ薄型ヘリコプター作りに入ります。合金とベアリングの軸を最初より少し短いぐらいの距離離してくっつけた新しい部品を作って、合金とベアリングの代わりを離してくっつけたものと一緒に両軸化したモーターにくっつけます。こうすることで、軸とベアリングが接触しない仕様も手伝って、モーターの軸と本体がそれぞれ逆回転したとき、合金同士が接触しなくなります。この合金にヘリコプターのブレードをつけることで、二重反転ローターとなって浮かぶことができるんじゃないでしょうか。早速、ケイロープラスチックを使って、少し角度をつけたブレードを天井に取り付けていきます。まずは内側にある外形の小さいローターにどんどん部品を貼り付けていって64枚重ねた羽を2セット、全部で128枚使ったローターを作りました。それから今度は外側のローターに同じようにブレードをつけていき、空気抵抗の違いを考えて内側のローターより少なめの48枚が2セットの96枚のブレードにしました。ここでブレードの固定を解除して、モーターにバッテリーをつけてみると、ちゃんとローターが接触せずに回転しています。バッテリーを2本にして、地面との固定を解除すると、私をぶら下げて浮かんでいきました。回転数は遅いのに、十分な浮力があることが分かったので、ここから私が乗るための操縦席と、センターからずれた操縦席とのバランスを取るために、私の体重50キロとほぼ同じ、
46.9 キロの合金の塊をバランサーとして取り付けました。ここからさらにバッテリーと細い合金を使った回路を組んで、操縦席からトリガースイッチで電源を操作できるようにしました。左のトリガーには厚さ2センチの水晶を挟んでいるので、電気が断続的に流れて低速で飛べるはずです。動きの確認はできたので、地面に置いても安定するように、2メートルほど離れた古代の合金と、その先の地面と接触する部員として、ゴムの塊を取り付けました。ここで地面から取り外すと、安定して着地しているのがわかります。これで薄型ヘリは完成ですね。早速乗り込んで、左トリガーを引くと、ゆっくり安定して浮かんでいます。断続的に電気を流す低速モードでも、ギリギリ飛べますね。ここから右トリガーで出力を上げると、多少の揺れはありますが、それなりのスピードで浮かんで、機体を傾けた方向に自由に動くことができました。さらに空中で電源をオンにしても、ローターが逆回転してゆっくり降下することができますし、独立した4つのゴムのおかげで着地も簡単です。でも、こういうプロペラのようなものを使って空を飛ぶ他の乗り物と同じように、海にローター部分が浸かると弾かれて壊れてしまいました。今度はカメラの位置を固定して旋回性能を見てみると、操縦桿を掴んだまま体をひねるだけで簡単に方向を変えることができます。全体の高さが私の身長より低い薄型のおかげか、傾ける操作も簡単で操縦しやすいです。着地も安定していて、何かにぶつからない限り壊れることはほとんどないので、奇妙な見た目の割には乗りやすい乗り物になりました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左トリガーで飛ぶ低速モードでの速度は秒速2メートルくらい。右トリガーを引いた高速モードだとかなり速度が上がって水平に飛ぶときはだいたい秒速10メートルくらいです。前で回っているモーターの部品がなかなか不思議で面白いです。降下中はもっと速いですし、バッテリーを増やせばもっとスピードを上げることもできそうなので、改造するのもいいかもしれません。それでは最後は、こちらの薄型ヘリに乗って、行けるところまで行ってみましょう。せっかくなので、かなり高い場所にある空中遺跡を目指します。飛行はかなり安定しているので、しっかり空中遺跡を狙って、機体を傾けていけば、難しい操作は必要なく、空中遺跡の上に移動して降りることができました。ここで空の旅は終了です。それでは、いい感じに飛んで空中遺跡に着地することができたので、ここでスライムを召喚して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた薄型ヘリさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま